水流してるし、あ、そうそう、まあ、サーがどんどん出てきた。そうだ。じゃあ。不安で、もう怖くなる逆に。ありがとうございます。全部組み立てて営業できるまでどれぐらい時間かかるんですか？まあ2時間くらいですね。入園日は2時間ぐらいかかるってやつ。毎日引っ越しみたいな感じなんで。ガスとかはどうなってるんですか？これはプロパンもうそこを持ってきてるやつですね。電気はあっちに電源ボックスがあって、もう行政から用意してもらったものを借りてるって感じですね。普通に部屋として。極力きれいにしたいなとは思いますね。炭も扱うし、油も扱うから。ちゃんとこれ本式で入ってるんですよね。伊勢神宮と内宮下宮と出雲ですね。もともと自分が宮大工だったからですね。だけどここも書いてるけど、第62回式年遷宮御用材って書いてるんですけど、伊勢神宮って20年に1回こう建物をこう移し替えるんですよね。そのタイミングでやった御用材っていうのは要は廃材ですね。それをいただいて部分的に使わせていただいてるっていう縁があって、この柱と上に
丸いのが4つ乗っかってるんですけど、かつおぎ、丸いのがですね、そのかつおぎをもらったものですね。そのもらった材料を再加工して、屋台用に作り変えて使ってますね。これは何ですか？これ豚汁ですね。大丈夫？お菓子結構食べますか？お菓子食べます。基本やれるんですよ。1日1食なんですよ。この仕事が終わって。だけど晩ご飯が朝ご飯みたいな。暇がないですもんね。食べる暇が。こんばんは。すいません。丼ハイボールと角ハイを1個ずつお願いします。どっから来られたんですか？今日は高知から、高知から。屋台高知からハッピーニューイヤー。ハッピーニューハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。よっしゃすげえ。安定。美味しい。日本酒はあるんですけどね、こういう高知にもウイスキーを初めてですね。ハイボールが静岡から。おかげで来ました。屋台まで作りました。作った？屋台を作ったんですよ。そうなんですか。静岡に屋台村を作りたいっていう。ゆきんさんに憧れて作ったんですよ。そういうの俺フォローし、インスタフォローしておこう。ありがとうございます。乾杯。もう最初からどう言ってるんですね。ハッピーニューイヤー。よしよしよし。かけのこ白滝。福岡出身の子が今ああ、そうなんや。その子が好きでライブなんや、しかも。3日間で30組やったんですよ。もうそれどこのイベントか分かっちゃうね。絶対だけだと思う。地元の人が誰かいてとかだったらいいんですよ。これがインバウンドになるとみんな静かに食べ出すんですよ。もう不安で、もう怖くなる逆に。お願いだけ喋ってくれやと思って。富士山は見えるんだけど、はい結局そっちにもうはい。空港降りたらそのまま滞在しないで流れていってしまう。だからそこにいてくれるにはどうしたらいいかなとか。いや、我々もまさかですよ。まさかの屋台を作って安倍さんに憧れてここに来たって、俺初めて聞いたよ。この屋台に憧れて、あ、来ました。そんなこと言おった。もうどれぐらい通ってらっしゃるんですか？どれぐらいってでも6、7年ぐらいじゃないですか。僕はそんなに長くはないと思いますけど、安倍ちゃんの人間性っすよ。
料理はもうね、もともとほらフレンチのシェフだったじゃないですなんですよね。だからもうそこはもう疑うところも全くなくて、もうやっぱ人柄ですよ。阿部ちゃんの人、もうここにつきますよ。はい。だそうです。ありがとうございます。興味ないけど。やっぱ水流してるし。ああ、すいません。これ裏面。うわ、すげえ。育っちゃいます。再来月孫が生まれる。おじいちゃん、再来月おじいちゃん。おじいちゃんになる。ぜひありがとうございます。何を。これがね、サンキュー。あ、そうそうそう。これ噂の動画です。これがワンパーセンかなんかのと思ったっけ。息子みたいめっちゃメモで出ましたね。あと。おつかどうか知りませんよ。そう。そうそう、まあ、3がどんどん出てきた。そう、ここに3本。屋台来てみてどうですか。どうですか。とっても大好きです。美味しいです。ファーストタイム。お初めて屋台。屋台、ファーストタイム、はい、そうです。特殊な出張がたまにあるんですか。明日はここ行きます。ウルヤ。あ、ウリアいいじゃん。なんか結構一流れてる。人で行くでもカップルとかが多いかも。焼き鳥の店行くんですけど。あれやっぱ屋台いいな。コミュニケーションは屋台ってね、なんかこう言葉にならない。いやー、目指せ安倍さんのような中身がある屋台。あ、いいね。今のいいですね。今のいいですね。大してないですけど、リュウチね。明日ライブで。最高です。楽しかったです。高知はさっきも言ったんですけど、屋台がもダメダメになって捨てられるようになって。こうやって文化として残ってるのが本当にありがたいというか。いいっすよ、安倍さんの。いくよ、はいチーズ。本当に頑張って、本当にニュース待ってますよ。この空気をすごい味わいたかったので、もう感無量ですね。また来ますすぐ。はい、ありがとうございます。あとは、はい静岡に戻っていただいて、はい、屋台村をね、ぜひね、いろんな意味で盛り上げるために、はい、地域活性頑張ります。やります。インバウンドの人が焼きラーメン食べたらよくわかんない反応する。なんだこれは。そうだね。でも絶対切らさんように作ってる。自分でもあれ。そうね、おでんかな。あとね、いいな、やっぱり。あ、なんか優勝した気分です。やっぱ博多のバースデーは屋台だよね。誕生会がね、1月のあれでお祝いだったんです。誕生日会？お誕生日会です。マジ？偶然やね。俺もね、去年誕生日やったのよ。去年。
こういう寒い時に食べるホッキが美味しい。もう大将とはお付き合い長いですか？もう長いね。5?15 ぐらいになるのかな。これはね、This is ハイボール。ハイボールスーハイボール。ケーシ。This restaurant style。わあ美味しそう。うわあうまそう。何やってるんだろアイスクリーム。アイスクリーム。Desserts, sweet stuff as well. Yes. バクラワ。あ、知らないやつ。知らない。いやいや、ちょっと。簡単に。スカルーイテキラブリちょっと紹介してください。はい。去年初めて来とって。で、だいぶあっさり。それ休み的です。お嬢さん、ちょっと聞いていいですか？はい。お店始めてどれぐらいなんですかね？今年の8月で丸4年になります。で、一人で頑張って、デフ2023年3年の秋ぐらいからちょっと人が欲しいぐらいやっとなったので、優秀なスタッフを見つけたので。ジェフさん、ジェフさんは何を担当ですかね？なんですか？何を担当ですかね？まあいろいろっすね。まあ組み立て準備料理を作られてる？もちろんっすよ。こういうテーブルとかもこれ特注ですよね。自分で作ります。はい。おちぼさんがご自分で？そうです。この屋台はもういろいろできる人と協力して。
簡単に作れるものこれこうしたら使える。もういい、そんなんいいのにただごま返してもらうだけ。おかみさんご近所さんなんですか？ご近所さん。僕のままです。ありがとう。はい。ご近所も仲良しで。もう中介さんは本当にもうオープンの時からもいろいろお世話してもらって、本当これが本当に博多の屋台だなと僕は思うので、はい、そうですね。もうお客さんの層ってどんな感じなんですか？お客さんの層はもうちょうど半分、地元の人半分と観光客の人が半分ぐらいの 30% ぐらいは外国の方かな。僕は海外に住んでたので、いろんな国にっていうので、まあこの会話ぐらいだったら大体どれぐらいの国？だいたい30カ国ぐらい行ってますね。その日本食を作る仕事で行って、ついでになんかこう美味しいものがあったらその勉強して帰ってくる。作る係が決まってるわけじゃなくて、じゃないです。もうその時に合わせて、もう2人でお互いに多分分かってるんで、はい、もうコンビネーションがもう、はい、もう最高のコンビなんですね。そうですね。彼が酔っ払わなければはい大丈夫です。これが看板メニューのジャックチキンですね。僕が行った国で食べた料理の中で一番美味しかったので勉強して、今同じレシピと同じスパイス使って作ってます。はい。ジャックチキンですね。いかがですか？ジャマイカ風ですね。いろんな国籍の料理が召し上がれるんですね。はい、よくお越しになるんですか、こちら？時々来ますね。こちらのおすすめっていうか、なんか料理はありますか？ジェフ君があれを作るんですよね。お母さんに教えてもらった感じとかって、それが美味しいですよね。そうレシピはお母さんのなんか秘密の材料もいっぱい入ってる。へえ。うまいっすよ。食べてみる？後で作ってください。了解です。お願いします。来るきっかけになったのはどうしてですか？僕はYouTube のジャパニーズキッチンチャーの番組のやってるんですよ。僕が。じゃあこちらを撮影されたってことですか？そうです。元気のいい若い人いるなと思って YouTube どうですかって言ったら快く OK してもらったんで、それで、200万回が再生されてもともと私も福岡で飲食の世界にずっといたんですよ。みんなが明るい気持ちになるような動画が作れたらいいなって。このご時世に特にね。そうですね。やっぱはい、以上のイベントマッシュで会議をお願いします。めっちゃ香り良くなってきましたね。そうですね。はい、もうお腹空いてきた。ニンニクなんでですね、やっぱかなり。マッシュルームの安城です。やけどされないように気をつけてください。今日どちらから今日は？神戸から。神戸。福岡は何度か来られるの？ちゃんと来たの初めてですね。芦屋とかじゃない？芦屋だ。
そうなんで以上です。これも全部ぐちゃぐちゃに混ぜて食べた。緊張しますけど。いかがですか、こちら屋台の雰囲気。初めて来たんですけど楽しいです。お料理とかいかがですか？美味しいですね。どれも全部美味しいです。ありがとうございます。召し上がれ。今日もなんか話しながら、もう前らも食べながら結構ちょっと乾杯しやす。いや、料理はさ、もうテキーラと結構言いますよね。一杯だけ？ういスタートウェイ。どうぞ特別テキーラ。スカリウェイテキーラウェイ。屋台って何時までやってるんですか？大体というか店によってちゃうんですか？うちはだいたい11時11時半まで営業するって感じだね。あれから片付けて洗い物とかも。こちらなんですかこれ？これ焼きラーメンです。あ、焼きラーメン。スープがない豚骨ラーメンを目指して。おお。ラーメンもあるんですね。ラーメンもあります。はい。うちはラーメンは博多の有名店からスープを提供してもらってるので。どこですか？はい、それはちょっと言えないんですけど、はい。めっちゃいい香りですね。そうですね。豚骨のラーメンの香りだと思います。はい。ストップがない。どちらからお越しですか？あ、大阪からです。ここはどうやってご存知になったの？たまたまです。なんかで調べてとかじゃなくて、じゃなくて、今日はもう屋台観光でこちらに来ました。3軒目です。本当ですか？はい。焼きラーメンではい。ラーメンもすぐ。はい。はい、食レポして。ちょっと無理。ラーメンだな。はい。美味しそう。見た目焼きビーフに近い。ああ、確かに。そうですよ。まあ、今日も飲みに行こうか。だいぶあっさり。どう美味しいかを伝えない。ちょっと食べて。焼きラーメン初めてです。初めてです。おお。あ、なんかいや、正直できる美味しい。香りがすごい紅生姜っぽい香りがして。確かに。大阪人紅生姜が好きだもん。美味しい。博多名物焼きラーメンでございます。豚骨ベースなんですよ。はい、豚骨ベースで味はもう結構しっかりしてます。豚骨ラーメンの味。これはね、もう本当にもう毎回食べます。今回屋台いろいろあるけど、こうゆっくり飲むお店とかもあれば、ここは結構みんなで仲良く飲む感じなので、初めて一人で来たとかいう人も多分寂しい思いとかせずに楽しく飲めるんじゃないかなと思います。こんなんあるんですね。これはオリジナルです。やっぱり観光で来られてる方は明太の料理が食べられたいかなと。お待たせしました。明太チーズ。ありがとうございます。これ何頼まれたんですか？明太チーズせんべいです。いただきます。サクサクです。やっぱ博多といえば明太子。初心者すぎる。ちなみにどちらからお越しですか今日は？愛知県から来ました。屋台にすごく興味があって、愛知ってあんまり見ないので、通りがかった時にすごく美味しそうだなっていうのと賑わってるなっていうので選びました。めっちゃいい、明るい、思ったより明るくて楽しい雰囲気で。してるんですよ。いろんな国の人が。ラーメンです。お待たせしました。すごい。めっちゃ豚骨だよね。めっちゃ濃い。味も濃い。食べたことはない。愛知でこんな違う。ね、ないよね。
かわいい。オーディス飲みに行けるかな。うんちでもいいよ。お待たせしました。ジャックチキンです。どうぞ。台湾行きます。それ、いやさ、すみません、どちらからお越しですか。California, San Francisco. いかがですか、この雰囲気。How do you feel this store's atmosphere? Oh, love this. Yes, it's been great. I'm really glad I didn't go to the restaurant that they went to today. なんかすごいとても好きです。いいです。料理はいかがでしょう。Food taste. How do you like? Oh, great. It's been great so far. Yeah. ジェフさん、それなんか手のタトゥー。はい。なんて書いてあります？曇りなき眼で見定め決めるって、ジブリのもののけ姫の明日からの言葉ですね。ジブリ好きなんですか？大好きです。まあやっぱジブリずっと若い頃から見とってたんで、それでまあ一応世界回りたくて一応日本に行ってみたかったって感じで。Can you speak Japanese? よく屋台来ますか？ああ、3回。ジェフさんのフレンド？友達。ジェフさん、はい、お友達。知らないやつ。ちょっと紹介してください。去年初めて来とって、で今年また来てくれて。メルシー、よろしく、よろしくね。よろしくはフレンチで？フランス語でないよろしくなんて。普通に言わなくてもよろしくになるんだ。そうっす。それは粉チーズ。それはパルメジャーノ。パルメジャーノ。ちゃんとパルメジャーノ入れた方が美味しいって感じ。なるほど。これはクレープサレってガレットと似てるんだけど、ガレットだったらそば粉を使うつもりですよね。今のクレープの生地を使って、まあサレって意味は塩味、しょっぱい塩味のクレープ。これはジェフさんのママがずっと作ってくれたレシピはじゃあそのまま。そうですよ。なんか生地作るときにお母さんがさ、なんかちょっとビールも入れとったじゃん。ビール。そうだけどビール1本開けてちょい入れて、で残りが飲んじゃったけど本当に入れる必要があるかわからん。なるほど。飲みただけかもしれんけど。なるほど。それをジェフさん覚えてるんだ。そうですよ。もういつも作るときにママ通りで。なるほど。いらっしゃい、大井さん。乾杯。乾杯。はい、いらっしゃいませ。ビューティフルマーク。お、Thank you。福岡一番ナンバーワン。カムサムニダー。乾杯。
ちょうどですはい、いけ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 。はい、じゃあ、いけいけいけ。これ真ん中。短時間で下ろさなきゃいけないから。そう大変です。もうバタバタバタンって。夏はもう大汗ですよ。今の時間で。あれをそこに入れるでしょ。はい。ケイ。あ、そう。最近入った子です。です。よろしくお願いします。セナです。始めたきっかけは一応父が屋台をもともとしてるんですね。で一代限りっていう条例がやっぱりできちゃったので、父が亡くなって私が継ぐはずだったんですけど、その時子育てもすごい忙しい時期で、なのでちょっと継げないなっていう感じで、母の名義に、変えちゃって、で1台をそこで使っちゃったんで、でも1台って本当はねやっぱり子供までっていう配偶者直の配偶者じゃなくて子供までっていう感じなのかなって思ってたら、なんかそれは違うみたいな感じなので、そうだから私の代までもうできなくなっちゃったんですよね。結構長い屋台だから本当はねお客様もたくさんいらっしゃるし継ぎたいなと思ってたんですけど、できないから公募でちょっと応募してみようかなと思って。こうしましょうか。どこの出身でしたっけ？いや、ベトナムです。はい。ベトナムフェというところですよ。フェには屋台はあるんですか？ありますね。はい。こんな感じで。こんな感じなんですか？でもちっちゃいですね。ここよりちっちゃいんで。なんでこの屋台で働こうと思ったんですか？いや、屋台楽しくて、お客様と話せるんじゃん。いろいろな勉強とかもできますよって感じです。例えばどんな勉強になるの？日本人のしゃべり方とか。奥さん募集中です。そうです。奥さん募集中？奥さん募集中。こっち？隣はなんと主人なんです。たまたまなんですけど、場所は選べないんで。たまたまです。なんでびっくりですよね。みんなからよく言われます。運命の赤い糸かなって。まあす
すごいやっぱ頑張り屋さんっす、よく働く一回屋台食べきてて、で募集サイトから来て、あれ前来たことあるよねみたいなのからで入り込んだっすこれは何用の鍋ですか？おでん用の鍋です。20近くはあるんじゃないかな。その時によってちょっと違います。今日はムール貝とかもあったりします。このこんにゃくは牛すじ煮込み用のこんにゃくで、やっぱり味が染みにくいんで、こんにゃくは先に味付けをして、外国人に多いのがやっぱりあさりだしうどんとか、なんか多分だしの文化がねなかなかないから、そういうのが人気なんだろうなっていう感じです。そういうなんか着眼点って女性ならではの、多分そうだと思います。なかなかねそういうところね普通になんていうんだろう、屋台の人たちも考えてない感じもしますよね。やっぱラーメン、餃子、焼き鳥みたいな感じのがやっぱり多いので。初めてののれん漬けです。大事。やばいやばい。ならできるよ。頑張ります。ピーンと張るんだよ。こんな感じで。一つ屋根の下っていう名前はどなた考えたんですか？実はそれ主人が考えてくれて、で一つ屋根の下っていうドラマあるじゃないですか。でそれにちょっとちなんで全然知らない人たちがこう家族みたいに集まるような屋台にしたいなって思ってつけてくれたのかなって思います。いらっしゃいませ、どうぞ。オープンしましたよ。いかがでしょうか？オープンしましたよ。いかがですか？さあご来店です。いらっしゃいませ。そちらメニュー。これ何揚げてるんですか？鶏皮餃子です。はい。鶏の皮にチキンを使ったあんを中に入ってて、でそれを揚げて鶏皮餃子っていう、メニュー名です。鶏皮餃子はおかわりする人とかもいます。美容師さんがちょっとこっち一回行ってみたいって言って。あ、マジで？おいでおいで。やだ。出とけ出とけ。マジでやだ。事務所 OK です。もち。もち。よく頼まれるのが明太チーズオムレツ、もつ鍋もつ焼き、おでん5種盛りに牛すじ煮込み、鶏皮餃子、あと明太の天ぷらとかそうその辺がよく頼まれる。なんか食べるかな。そうやね。確かに。もう2杯目やけどな。いらっしゃい。上様の皆さんいかがですか？美味しいです。地元の方ですか？そうです。ここら辺で。じゃあ時々来られる。初めての屋台です。そうなんですか。ちょっと屋台行ってみるって話してて声かけてもらえるし。明太卵のしょうゆ、明太卵のプラスとか。あ、美味しい。明太卵の。めっちゃいいね。すごい。トラップパご来店です。いらっしゃいませ。よっしゃ。よっしゃ。飲んだそう。飲まん？チーズ入り？どちらから？メニューは埼玉から来ました。見てください。はい。神奈川で。旅行で？はい。旅行で来ました。屋台よく来ます？初めて来ました。初めて。屋台バンジーいただきました。ちなみになんで福岡を選んだんですか？屋台バンジー。美味しいもの食べたくて。なるほど。九州行ったことなかったんで。やばいよね。ここに行った次の日に飲食店行ったら隣に話しかけそうになるんですよ。距離感がもうバグって。バグっとうね。そう結構ね隣の人と仲良くなるとよ。屋台はね。楽しいよね。話し出す人がいないと。あでもね、いやどうやろう
私がずっと話回しようかな。はい。はい、どうぞお待たせしました。明太チーズオムレツ。おー、屋台ね。結構隣の人とめちゃめちゃ仲良くなったりする。お待たせしました。明太チーズオムレツです。そうそうそう。だから。タコパン。本当にやろ。ちょっと良くないですか。人生の半分以上一緒にいるわ。16歳から。すごいいいな。อร่อยไหม俺もパン食べたね。パン食べた。お待たせしました。はいどうぞ。はい。もうみんな。彼が。大丈夫。To visit to Japan, yeah. To see my girlfriend. Yeah, of course. Yeah, she's a student of. Oh, really? Yes, sir. Yeah. I work here, and he visit me. Oh, really? Yes. And also, she forced me to come here. Forced me. 無理やり来させたみたいな。This restaurant. Oh, it's so nice. Oh, so nice. Much better than Osaka and Tokyo compared to those. Yeah. Really? I love this place. Oh my god. Yeah. And have you ever been to here? It's second time. Oh, really? Oh. Which is your recommendation in this yatai? Food. For food. I would say mentaiko. Mentaiko, really? And umeshu. Because I have seen so many people order your umeshu. Yeah, so it should be the best one. Best drink. Yeah. I thought. ああ、面白い、ほら、だってパーマしてもらえる。すみません、入る？どうぞみたいな感じだった。言った通りやん。そう。それも、お二人は旅行ですかみたいな。旅行ですか？どこから来たんですか？どこから？京都。はい、どうぞお待たせしました。鶏皮餃子です。揚げたてなので熱いのでお気をつけて食べてくださいね。あ、美味しい。今回やっぱ来られるんですか？昔住んでました。10年ぶりぐらい行ったんです。ないかも。ね、外国の方がすごく増えたんでね。10年前と比べるとね。だいぶこの辺は雰囲気違ってるんですよ。やっぱりでも市長が変わってからだいぶ屋台が変わってきたんじゃないですか。イメージもね、だいぶ変わってだいぶね、前はだってもう屋台はなくなる方向に行ってましたからね。Yes. Oh, he loves the camera. He's a movie star. Wow. Hey, sure. Look at you. He loves it. For BBC Two. Oh, but nah, not so good. YouTube. Come on!
食べ物何がいいんだろうね。同じような連射です。ああ、小さめで。たまに打ち解けるんですね。なんかね、盛り上げ上手なお兄さんがいたから。おかげさまで。いや、すごい楽しかったね。愉快な方がいて。楽しかったです。空がもう看板娘ですよね。そらちゃん、そらちゃん。可能性を秘めてる。20杯って感じ。ね、屋台ね。ちょっと日本語喋れる。カシオレ。はい。と餃子です。かっこよかったよ。もうなんか。何も。2人が出会ったのって何歳ぐらい？16ぐらい？16ぐらい？今何歳？42の年。もう長いです。どんな奥さんももうあのまんまですよ。あのまんま。家でもあのまんま。で、もうすぐ今日来る前に。そうっすね。僕のも吸い取られちゃってる。マジで一緒にできる。ご夫婦で飲食ってのはなかなかいい時もあるけど、やっぱ厳しい時っていうのが大変なんじゃないですか。そうっすね。そのあたりはどうやって乗り越えられてきたなんだろう。ずっとなんとかなるさ精神でやってるからなんとかなってる。2人とも。酔っ払ったね。ほら、これが本音。いやじゃあ3日前とどっちがですか。いや今日の方がまだマシね。マシ。全然多分まだ覚えたやろ絶対。3日前は多分覚えてないぐらい酔っ払っとる。はい、餃子。はいどうぞ。はい生ビース。One person, one food and one drink order. Okay? はい、おお。はい、どうぞ。麦です。はい、芋です。はい、お待たせしました。鹿児島、宮崎、熊本、北九州、福岡. 후쿠오카에서만 볼 수 있는 광경이기 때문에 이런 포장마차 야타이가 그래서 더 오고 싶은 방문하고 싶은 너무 맛있는데 엄청 맛있고 음식은 일본 음식 너무 맛있고 한국 음식에 비해서 조금 더 짜지만 저희는 짠 걸 좋아하기 때문에 너무 맛있어요. 너무 맛있고 너무 맛있는 좋아하는 음식이 너무 많기 때문에本当に最高です。韓国の方も結構やっぱり多いんですね。前半は福岡の方が多くて、でこの時間になるともうちょっとずついろんな国の方が増えてきたりとかして、駅がこう近いからっていうのとやっぱり外で開放的なところもあるから、そういうのでこう仲良くなるスピードが速いんでしょうね、他のお店よりね。酔っ払いに付き合っていただいて、美味しかったね。テキーラ美味しかった。テキーラ美味しかったね。あ、よかった。美味しかった。新しくワンビルにある着物屋さん。そうなんです、そうなんです。もう福岡県民よ。はい、いいですよ。はーい、行きます。牛すじ煮込みうどんを作ります。
少しだけかつおだしを。不動産屋さんあるじゃないですか。あ、はい。なんか賃貸とかの。家賃どんぐらいのところ住んでます？10万とか。10万普通ですよね、割と。あっち行ったら。なんかめっちゃ狭い。計算いいですか？牛すじ煮込みうどん完成です。で上にちょん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 ってついてるのが特におすすめのメニューなので参考にされてください。ウーロンとかしおれです。はーい。これください。醤油酢麺。醤油。酢麺。Good? 長浜の市場から仕入れよったけど、そこ柳橋連合市場の F コンセプトっていうお店があるんですよ。F コンセプト。朝9時から飲めるんやけど、めちゃめちゃ美味しい。地元の人多いですもんね。日本好きです。あ、本当ですか？日本シンガー？うん。好きです。誰が好き？エクスジャパン。エクスジャパン、おー、渋いな。そうなの？トシさん。おー、いやー、そんな見て、見せてこれ、ここに。はい。あ、ボン？마지막인가? Me too. ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。おやすみなさい。グッナイ。감사합니다。 バイバイ。いい子たちでしたね。ね。そうなんですよ。本当になんかそれが自慢な感じがします。みんなあったかいよね。お客さん本当にいいお客さんばっかりだよ。いつも毎日。テトリスみたいに並べていくんです。オッケー。じゃあお願いします。ごめん、水はごめん。結んでもらってもういいかな。ゴミはもうないから。今後、お店をもうちょっとこういう風にしていきたいとか、こういう場になってほしいとかっていうのがあったりとかするのかなと思ってます。そうですね。でもやっぱりこう皆さんがこう各地からこういつでもただいまーみたいな感じで帰ってこれるような感じのお店にしていきたいですね。で将来的にはもうおうみたいな感じでお客さん同士がまあそういう時ももう結構ちょこちょこあるんですけど、もうなんかみんなそういう風にこう楽しく帰ってこれるような感じの雰囲気の屋台にしたいなって思ってます。はい。まさしくもう一つ屋根のそうなんです。一つ屋根の下です。せないいよ、もうゴシゴシ。お疲れ様でした。ちょっと重たいんでお気をつけください。アンチョビバターソテー。はい。屋台じゃない。40
90なんで、なんか挑戦したいなっていう時に屋台の公募が。こんにちは。この際すみません。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらが自宅で。そうですね、自宅兼キッチン。こちらで、じゃあ屋台出される前の仕込みを。そうですね、屋台出す前の仕込みをしてます。すごいなと思って。ニンニクがもういくらあっても足りないっていうか。通りをニンニクの匂いでこう撒き散らしてやろうっていう、なんかやっぱり皆さんニンニクの匂い好きだから。愛媛のお店は何年ぐらい？2010年にオープンして2025年で閉めたので、およそ15年はご愛顧いただいて、まずは屋台の場合はそのシチュエーションを作るっていうところからなんで、まあ本当面白いですね。頑張れとは言ってくれてましたけど、今もよく電話したり。そうですか。全てそういうのは子供のためだとするので、これぐらいスペースないと無理でしたね。なるほどね。車庫も今パンパンだし、よかったです。本当この家にしてる。アンチョビっすね。ちょうど入るんですよね。この辺は目分量。なるほど。もう彼がいなかったら大変なことになってました。本当に一番は彼が楽しいって言ってくれてるのもありがたいんですけど、本当に今力になってくれてます。シートは何のあれですか？これは我々皆さんするんですけど、油汚れ防止で。屋台どうされたんですかこれ？これは地元の鉄加工の会社でワンズファクトリーさんっていう先輩が作ってくれて、
福岡で屋台出すために。そうですね、今回無理なオーダーさせてもらったんですけど、およそ2ヶ月ぐらいで一気にこだわり抜いた屋台。どうしました？いやいやいや、ちょっとつなげるの忘れてて。これではハプニング大好きです。やめて、本当にやめて、もう慣れんというか、なんもないですよ、ハプニング。なんもないですか。なんもない。全然大丈夫。シートの位置が違ってた。あ、言うの。僕です。シートの位置が全然違ってた。なるほど。油汚れが気になるので、最初にシートを貼るんです。とかって言ってたんですよね。4月の8日が本オープンなんですけど、20日弱ちょっとずつ慣れてはきたんですけど、まだまだわからないこともいっぱいありますし、屋台のエビちゃんとか俊介さんにいろいろ教えてもらいながら、最初はもう至らぬ点ばかりで、今はだいぶ指摘されることもなくなってきたんじゃないかな。これが普通になればもうそこまで手間とは思わなくなってきた。店舗が羨ましいなとかもあんまりなくなったですね。ここはここの魅力が。小野さん、これ変わった磁石がありますけど、これ裏向けてもらっていいですか？愛媛県のバルコーのお客様のお子さんが頑張れっていうことで、世界一バルコーノのカルボナーラが美味しいって言ってくれてた子、男の子が最後にこれを自分にプレゼントしてくれて、必ず屋台に貼っとくっていう約束だったんで。なるほど。いろんな思いが乗ってるんですよね、この屋台に。どういうご関係なんですか？地元の先輩後輩なんですよね。ああ、そうなんですね。10代前半からしてるんで。長いお付き合いなんです。そうなんです。すごい生意気だったんですけど、もう生意気な後輩を全部受け止めてくれる。怒ったとこ見たことないです。あ、本当に？はい、本当に。2人ともサントです。知り合いから新しい屋台ができたよっていうのを聞いて、それでイタリアンって知ったので、なかなかない屋台なので来てみたいなと思って、ちょっと今日は。すみません、バーニャカウダですか？ブロッコリー。はい、ありがとうございます。では、お待たせしました。ちょっと生が入ります。ああ、そういうこと。お酒が進む味です。本来
生野菜で食べたりするんですけどね、生ものがダメなんで茹でたてブロッコリー。ちょっと重たいんでお気をつけください。カルボナーラですね。すごいチーズが効いてます。屋台の雰囲気で食べるパスタも美味しいですね。めちゃめちゃ美味しいです。四国に旅に出るから。あ、そうなんですよ。僕来週一人旅で1週間で四国一周しようと思ってて。マジっすか？はい。どうしましょう。どうしましょう。どうしましょう。愛媛の道後温泉のふもとに石手地ってあるんですけど、そこに88箇所の全部あるんですよ。これバーッと回ったら88箇所回ったことに実質。はい。どこで買ってるんですか？は千早のとあるちっちゃいパン屋さん。まかない。うん。うまっ。いいっすね。最高です。美味しい。これ絶対マキさん大好き。地鶏と青菜のアンチョビバターソテー。はい、ありがとうございます。屋台にいます。あ、来るかもね。もう分からない。何で買ったのか分かるんですけど、すごいちっちゃい会社なんで。いかがですか？これも美味しいです。アンチョビがしっかり効いてて。なんで愛媛から福岡に来ようと思ったんですか？屋台の魅力もそうなんですけど、一番のきっかけは長男がサッカーしてて、長男がこっちにサッカーで目指したいって言ってたのがいい。じゃあ家族でもうまるっと移住してきたってことですか？いや、まだ順番に来る。あ、なるほど。じゃあこの後息子さんとかが来て。自分が40なんで、なんか挑戦したいなっていう時に屋台の公募があって、すごいですよね。愛媛で箱でお店やられてて、ね、そこから新規行って。以前市長さんともお話しする機会があったんですけど、市長にもなんでわざわざ屋台にここから屋台に、それは市長さん屋台は魅力的ですよと、全然箱の店舗もいいんですけど屋台でする価値はありますと。だからすごい喜んでます。目に留まるっすもんね。ありがとうございます。本当にこれからなんで。僕らからしたら会社すぐそこなんで、直行できますもんね。今日は関東の茨城の方から来てます。こちらの屋台いかがですか？いや、素晴らしいですね。正直屋台でイタリアンだぞって思って入ったんですけど、めっちゃ前裏切られたというか、いい意味でね。はい、やります。めちゃくちゃ美味しそう。あ、めっちゃ本格的じゃない？すごい。
美味しい。屋台じゃない。今日屋台3軒目で流れて。そうここイタリアン最近できたんですよって言われて、じゃあ3軒目行くかってなって、締めをじゃあパスタにしようって言って。お、素晴らしい。お店に行かなくて屋台でこの本格的なイタリアン食べれるっていうのがめちゃくちゃいいですね。パスタがでもこんだけの種類あったらいいですね。ほどほど選択肢があって締めにとかおつまみにパスタっていいっすよね。そもそもアプリハードル高いボールで素晴らしい。いいお客さんばっかりですね。もう大満喫ですね。僕メニューほぼほぼ頼んじゃいました。屋台ってどうですか？屋台楽しいですよ、めちゃめちゃ。もうやりがいしかないですね、この仕事。大変なこととかないですか？大変なのは全部大変なんですけど、でもそれよりも楽しい方が上なんで、全然マジで頑張ってれるっす。焼き色が見えない。俺2秒。最高です。ありがとうございます。豚肉のテリーヌと最後に卵とパルメザンチーズとブラックペッパー。イタリアンとちょっと混ざってるんですね。若干混ざってますね、やっぱり。お疲れ様でした。いかがですか？美味しい。ゴーヤチャンプルにチーズがかかってます。美味しいです。今日どちらからですか？横浜からです。推しの舞台を見に。わかります。いかがでした？舞台は。もう最高でした。もう最高でした。博多の屋台って他の町の屋台と違うじゃないですか。壁がないだけ。お店として本当に成り立ってるからすごく楽しみで、どこ入っても間違いないんでしょうけど、ここ本当美味しいです。サッカー好きなんで、アビスパにあそこにマリノスが来ると、あと鳥栖にマリノスが来ると年2ぐらいで。お聞きになりました。愛媛から来られたばっかりなんですよ。来られたばっかりなんですか？まだ10日。10日？お店開けて10日なんですね。そうなんだ。縁ですね、もうね。そうですね、そんなね、新しいお店に入れたなんて。テープが強いイメージ全くないから。2個やろ。いや、ないときはないっていうから。ありがとうございます。高級卵や。高級卵。うんだ。なかなかでしたね。こちらのお店どうやって知ったんですか？あちらの屋台の方に聞いてきました。カルボナーラが美味しいって聞いたんで来ました。嬉しいですね。そんな先輩に。本当は卵が切れてたんですよ。隣の俊介さんが卵を2個いただきました。だからちょっといろいろこうなんか思いのこもったカルボナーラになるかもしれない。こう見てたらすっと手を差し伸べてくれる。で2軒隣にジェフってフランス人は俊介さんの朝の荷物をこう一緒に運んでくれて、でメガネコーヒーさんもいろいろ教えて、エビちゃんもいろいろ教えてくれて、いいライン、本当にいいラインです。
福岡の方ですか？はい、福岡に住んでます。うちのこの辺りの屋台が好きなのでたまに来てます。うまいです。うまい。自分で作るのとは違うな、やっぱ。材料自体はシンプルなんですけどね。一度来てもらったことあったら、あ、どうもなんかっつってご挨拶できますからね。できますね。はい。それは嬉しいです。何にも味がしないし、めっちゃ酔いそうです。美味しかったですね。すごくね。大根うまいですね。大きいですね。大きいですね。結婚しないからですね。彼女もいないですし。あら、そうですか。彼女いつ違ってもできます。本当ですか？本当ですか？出来上がって出来上がってくる。そうです。
ごいよくできてますね。いや本当すごいシステムっすよねこれ。どなたが考えたんですか？ちょっと先にエルバホンっていう屋台があってそこの方に作ってもらったんですよ。あそこの人がなんかその鉄工所の人とこう考えて作ったみたいな。なんか特許取ってるらしいですよこれ。そうなんですか。はい。やっとなんですかね、こう考えずにできるようにはなったぐらいですね。最初やっぱずっと考えてますもんね。あれ何やるんやったっけ。前職はその屋台と関係のない。全く関係ないです。もう居酒屋とか焼肉のを運営している会社で勤めてたんですけど。それは福岡のです。その時都内でやってました。東京でやってました。東京だったんですか。あ、そうそうそう。で地元の福岡に戻ってきて屋台始めてっていうのがありますね。屋台の師匠的な人だったんですか。いや、屋台の師匠は全くいないです。じゃあもう何も知らない状態です。取られてる。初めて見ていろいろ変えたりとか、なんとかなりましたね。なんとかなったっていうかですね。その料理とか接客とかそういうところは基本的には困らなかったんですけど、やっぱこう屋台自体、本体自体のノウハウがもともとないんで、その辺がやっぱ苦労しましたね。そうです。はい。13の65分の13ですかね、確か。ですね。お客さんに聞かれたりしないですか。聞かれます。めちゃくちゃ聞かれるんですけど、めちゃくちゃ困ります。その理由がないんで。本当にある日突然思いついた。そうですね。いろいろ漢字だけとかいろいろ結構いろいろ方法考えてピンときたじゃないですけど。他どんなのがあったのか覚えてますか。他は漢字とかでいうと手張りとか、そういう意味を持たせた系のこう言葉とかいろいろ考えたんですけど、なんとか商店とか。でももうそれ全部取っ払って結局ウルトラシー。そうそう。
くない感じです。すくちと白だしと塩とで味付けするみたいな感じです。すごい量ですね。これでもまあ今日ちょっと少ないぐらいですかね。あ、そうなんですね。はい。これって全部ご自分で仕込まれてるんですか？あ、そうですね。家に帰ってから仕込んで翌日持ってくるみたいな。人気メニューだとどれになるんですか？人気メニューだと、まあ、おでんだとやっぱ大根、卵、牛すじあたりで。今の何ですか？今の鴨なんですよ。でこれで低温調理して2時間後ぐらいに立たせるぐらいですね。屋台の大きさってなんか決まってたりするんですか？屋根が決まってるんですよ。縦が 2.5 メートルで横が3メートルで決まってて、それに合わせてこう座席もなんですかね、こう屋根の下になるようにならないといけなくて、ある程度みんな同じぐらいの大きさですね。後ろから見ると、キッチンってこんな狭いんですね。いやですね、本当にめちゃくちゃやりづらいですよね。やっぱ本当にもう1人分って感じですか？だからアルバイトの子いるんですけど、2人いるとそれだけで結構窮屈なんですよ。そうですよ。あ、もう全然大丈夫です。大丈夫ですか？どうもどうもお疲れ様でした。美味しい。こんにゃくと厚揚げ、はい。大根と厚揚げ。これからストップ。すみません、切り方が。どうですか、お味は？いや、美味しいです。あ、言ってましたね。毎日そこから覗くって。今日2回目ましてです。2回目まして。ものすごい常連さんみたいな、お知り合いみたいな感じだった。いや、もう2回目はもう常連です。常連さんです。それが屋台の良さですね。はい。そうですね。何が喜びなのかなっていう。まあ今みたいな時、なんかこう1回来てくれてまた来てくれたりとかはすごい嬉しいですね。本当にめちゃくちゃ嬉しいです。なんかやっててよかったなって思う瞬間ですよね、そういう時。もともとお坊さんだった。そうそう、お坊さん。誰がお坊さん？誰がお坊さん？こう見たらカメラがあるから、お坊さんのこうしようかな。逆出家ってなかなかないですね。出家はせんよ。発生よ。お一人で。ここ通っちゃったら入んなきゃみたいな感じで。ありがとうございます。いやいや。嬉しい。頭というかですね、屋台を目指してたわけ。卵ください。駅の向こう側。あ、ささ。美味しそう。お好きでしょ？エボラお好きでしょ？歌は一応寒い。どうでしたか？美味しかったですね。すごくね。2回目ですね。すごく1回目いつ来たっけ？
先月先月見たのかな。早い早い。やっぱなんか気持ち気楽にこうポッと入れて、でお話とかもこう気軽にできる感じかなって思いますね。ごめんね。すみません。どうぞ。俺もいいじゃないか。こんばんは。観光で初めてです。あ、そうですか。こちらから来られたんですか。宮城から。宮城、あ、本当ですか。仙台は船井だよ。まだ1年ぐらいかな。本当ですね。何にも味がしないし、めっちゃ酔いそうです。香りもしない。ほぼ水みたいな。水で割お待たせしましそた。のもいや、そのそうですよ。ちょっとめっちゃ安いんじゃないですか。影響受けだからちょっと。どれが美味しかったですか。大根うまいですね。あ、でも美味しい。こっちの方が美味しいですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。4700円ですね。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。気をつけて、また。また来ます。ぜひぜひ、いつでもまた来ますので。いや、なんかもう意識しちゃう。いや、もっと意識じゃない。はい。ライスケーキは、はい。OK? Thank you. どうですか。美味しいです。あと和歌山と滋賀の琵琶湖見てないな。まだ博多とこの辺りしか食べなきゃって並んでるからですよね。めっちゃ並んでて。屋台の雰囲気いかがですか。やっぱ京都とか大阪とかにはなくて、なんか独特の文化を感じます。距離が近いですね、やっぱり。ちょっとまだ距離感つかめないです。From Germany. Germany. From Düsseldorf, Germany. Yeah. Yeah, fine. We like it. We like the food. Yeah. 炸豆腐要吗？我不吃豆腐，你吃牛。嗯，です。ちくわ OK。ありがとうございます。嫁と2人で行ったんですよ。엄청 얼굴이 이쁜데. 美味しい。美味しいです。美味しい。平日は割とその外国の人多かったりはしますけど、まあ、たまにこう外国の人だけでこういっぱいになるみたいな感じですかね。なんか喋れる方もいますけど、英語とか喋れなくてもなんかニュアンスとか大体の単語とかでわーって盛り上がってたりもします。面白いですよね。いや本当に国際交流ですね。屋台は国際交流できますよ。ありがとうございます。Thank you. Bye bye. ラジシュエクこんにゃくワンワンワン。 Thank you.
美味しい美味しい準備と片付けがやっぱ一番大変ですかね。あとはまああとやっぱ天候に左右されてしまうところがちょっと大変なところですかね。お客さんとこうゆっくり過ごせるところがあるんで、こっちで良かったなっていうのは正直思いますね。まあ人が多いとこがちょっと羨ましいのもありますけど、なんかこの辺でだからこそできる営業スタイルみたいなのがあると思うので。